こんにちは、マサです。今回は東京駅から有楽町駅まで歩きます。説明欄のリンクに無料の字幕データがあります。この動画は2021年9月に撮影しました。コロナがかなり流行っていたので人は少ないです。ほとんどの人がマスクをつけています。東京駅は大きく2つ出口があります。丸の内方面と八重洲方面があります。ここは東京駅の丸の内方面です。これを見たい人は丸の内方面の改札を出てください。駅近くなのでバスとかタクシーがたくさん止まっています。正直、日本人はバスの運転手もタクシーの運転手も英語は得意ではありません。得意ではないですが、きっと頑張って話そうとしてくれます。気軽に話してみてください。これから丸の内というエリアに行きます。丸の内は大企業を中心としたビジネス街です。丸の内はお金持ちの会社員がよく行くエリアです。大企業のオフィスだけじゃなくて商業施設もあります。おしゃれなカフェとかレストランとかブランドショップが集まっています。イベントもたまに開催されているので、買い物が好きな人は行くと楽しいと思います。丸の内 OL という言葉をたまに聞きます。OL はオフィスレディという意味です。なので、丸の内 OL は丸の内エリアで働く女性会社員という意味です。丸の内で働いているということに誇りを持っている人がよく使います。昔、女性会社員は珍しかったので、OL という言葉が残りました。ジェンダー平等の観点で言えば、今となっては古い言葉ですね。平日の昼なので会社員は仕事に戻っています。丸の内ストリートパークに着きました。ここにはちょっと面白い展示物がいっぱいあります。道に木が植えられていておしゃれな感じがしますね。落ち着いた雰囲気です。植木鉢が置かれている道は日本ではあまりありません。ベンチもありますし、休憩しやすいですね。買い物で歩き疲れてものんびりできます。日本にはベンチがほとんどないですが、ここは休憩スペースがいっぱいあって嬉しいですよね。高齢の方でも安心です。車が通る道に何か置かれていますね。イベントの準備かもしれません。この辺りは子供向けの施設がないと思うので、子供はちょっと退屈するかもしれません。大人向けのエリアですね。ライオンがいますね。子供を動物園に連れて行きたかったら、上野に動物園があります。上野は東京駅から電車で10分くらいで行けます。もし水族館に行きたかったら、すみだ水族館がおすすめです。すみだ水族館は東京スカイツリーの真下にあります。それほど広くはないので、休憩にちょうどいいです。さて、東京駅に着いたら、まずは何をしたいですか？買い物ですか？食事ですか？休憩ですか？東京駅の外観を眺められる場所を紹介します。切手丸の内という施設です。その中の切
手ガーデンという切手丸の内の6階の展望テラスで東京駅を眺めることができます。何時間いても大丈夫です。コロナが流行っていた時は閉まっていましたが、今は開いています。この辺りは服屋が多いので、服屋で使う日本語を勉強しましょう。まず、店に入ったらいらっしゃいませと店員に言われます。なんか言われたけど、なんて返事したらいいんだろうと思うかもしれません。ですが、何も言わなくて大丈夫です。いらっしゃいませは挨拶のようで挨拶ではありません。ディズニーランドに行った時にスピーカーから聞こえる Welcome to Disneyland みたいなものです。なので店員にニコッとしなくても大丈夫です。次に欲しい服のサイズがない時に店員に聞く方法です。服のサイズは S、M、L があります。SS、XL もありますが、あまり売っていないかもしれません。まず店員を呼びます。すみません。欲しいサイズがなかったら、こんな感じで聞きます。S サイズはありますか？ M サイズはありますか？ L サイズはありますか？すると、店員が在庫を探してくれます。それか、よく言われるのが、お客様すみません。出ている商品しかありません。と言われます。もし見つかったら、このサイズで大丈夫ですか？と確認してくれます。なので、探してくれた店員に、ありがとうございます。と言えば大丈夫です。たまに、今店にはないんですけど、違う店に在庫があるので取り寄せしましょうか？と聞かれます。他の日にその店に行けるならお願いします。と言います。他の日にその店に取りに行けないなら大丈夫です。ありがとうございます。と言います。じゃあ次に欲しいサイズはあるけど欲しい色がないときに在庫があるかどうか聞く方法です。すみません。これの赤はありますか？これの白はありますか？これの黒はありますか？とか言ったりします。じゃあ次に試着したい時です。これ試着していいですか？と店員に聞きます。これ試着できますか？でもいいです。試着はだいたい3着くらいなら何も言われません。多すぎると試着は3点までとさせていただいてますと言われることがあります。これ試着したいですと言えば店員が試着室に案内してくれます。試着室はどこの国も似ていると思います。こんな感じです。靴を脱いで入ることが多いです。試着が終わったらよく店員にいかがでしたかと聞かれます。買うならこれください。買わないならちょっと考えますでいいです。それか他のを見てもいいですかと言ったりします。いらないという意味で大丈夫ですと言ったりもします。はっきりいらないですということはないです。試着している時にサイズが違うことが分かった時は、これの大きいサイズはありますか？これの小さいサイズはありますか？と聞いたりします。次はショーケースの時です。店によったらショーケースに商品が入っている時もありますね。高い財布とかイヤリングとかネックレスとかバッグはショーケースによく入っていますよね。ショーケースに入っている商品を見たいときは、これ見てもいいですか？と言えばいいです。
店員が商品を出してくれます。商品を見てみて、もし買うならこれ買います。買わないならちょっと考えます。でいいです。さっきと似た感じです。時計をつけてみたいときは、これつけてみてもいいですかと聞きます。じゃあ復習しましょう。いらっしゃいませ。これに対しては何も言わなくて大丈夫です。店員を呼ぶとき、すいません。違うサイズがあるか聞きたいとき、S サイズはありますか？ M サイズはありますか？ L サイズはありますか？違う色があるか聞きたいとき、これの赤はありますか？これの白はありますか？これの黒はありますか？試着したいとき、これ試着していいですか？これ試着できますか？これ試着したいです。ショーケースに入っている商品を見たいとき、これ見てもいいですか？これつけてみてもいいですか？ここを曲がると有楽町です。早送りします。また次の動画で会いましょう。